今回はこちらの6品を紹介していきます。まず26日の分です。かぶはお味噌汁に使います。長ネギはよだれ鶏のタレに入れます。かぶの大きさはお好みでいいんですけど、私は今回8等分かな、1つのかぶを8等分にして使いました。ちょっとなかなか火入るのに時間かかるので先に仕込んでおきます。人参も残ってたので入れます。ちょっとこの時右手の人差し指を怪我してしまったので、この辺からだいぶスローになっちゃうんですけど、すみません。まず最初に野菜を煮ながらだしパックも一緒に入れておきます。その間によだれ鶏を作るっていう感じですね。長ネギはこうやってキッチンペーパーでくるんで冷蔵庫に立てかけておくとかなり持ちます。長ネギはみじん切りですね。できるだけ細かくしておきます。で、長ネギの辛いのが苦手な方はここで電子レンジで加熱しておくと食べやすくなるかなって思います。で、胸肉は薄切りですねにしてこの後レンジで加熱するんですけど、そのまま加熱してもいいんですけど、ちょっと縮んじゃったり、あと中に火が通りづらかったりするので切ってから調理するのがおすすめです。お酒を入れて電子レンジで500ワットで3分ずつですね加熱します。焼肉のタレとニンニクとオイスターソース、これはお砂糖ですねを入れて混ぜて少し加熱すると調和が取れて美味しいです。で、お味噌汁は火を止めて味噌を溶かします。これは500ワットで3分片面やった後ですね。ひっくり返した方がよく火が通るので、一旦すべてひっくり返してもう3分加熱します。で、加熱した後の汁はタレに少し使います。そうするとすごく美味しいです。鶏からすごく美味しい出汁が出るので。で、タレを混ぜます。ちょっと換気扇の音うるさくてすみません。新しく食器を買い替えたんですけど、今回はこの緑の食器を使います。タレもしっかりすべてかけます。はい、26日のご飯はこんな感じです。だいぶ質素ですが美味しいです。で、この日の夜なかなか寝れなかったので、多分夜中の1時とかなんですけど、オレンジのケーキを作ります。オレンジはちゃんと周りをスポンジとかで洗ってから薄切りにしてフライパンに並べます。で、砂糖とお水を入れてコンポートのようなものを作ります。オレンジの外皮が透明になるまでこんな感じで煮込んだら完成です。で、形の綺麗なものは数枚取っておいて最後上に飾り付けます。ちょっと動画撮れてなかったんですけど、豆腐と小麦粉と卵とサラダ油で生地を作りました。で、さっきのオレンジのコンポートを細かく刻んで生地の中にも練り込みます。で、オレンジから水分出るので生地の方は少し水分少なめで大丈夫です。で、この黒い粉みたいのは紅茶の葉っぱを入れました。で、180度で30分ぐらいかな、生地の焼け具合を竹串で刺して確認しながら
焼いてください。で、焦げそうになったら上からアルミホイルをかぶせて追加で焼きます。で、上からシロップを塗ります。ハケがあったらハケで塗るのが一番いいですね。私はなかったのでスプーンで塗りました。で、ラップをかぶせておいて一晩寝かせます。その方がしっとりしてすごく美味しいケーキになります。で、これ翌朝ですね。だいぶ体積も減ってしっとりしました。いい感じのアカシアのお皿があったので、そっちに盛り付けます。はい、オレンジケーキの完成です。豆腐で作っているのでとてもヘルシーで、そこまで罪悪感なく食べられるのでとてもおすすめです。次、27日です。この日はちょっとケーキ食べたりして、あんまりお腹空いてなかったんですけど、ちょっとひき肉の色が悪くなっちゃったので、これで作ります。にんにくと生姜を入れて、あと鶏だしの素ですね。鶏ガラスープの素も入れます。で、今日はめんどくさいので電子レンジで加熱します。めんつゆを入れて加熱した時にひっつかないようによく混ぜます。これは業務スーパーの長ネギですね。これも入れます。彩りがすごく良くなります。あと白菜ですね。これも冷凍しておきました。ふんわりラップをかけて電子レンジで加熱します。ひき肉と野菜のあんかけです。次は28日です。まずごま油をひいて、昨日のひき肉の残りですね、これを入れます。春巻きを作るんですけど、その中のあんですね、それをまず作ります。ひき肉を炒めたら、もやしを1袋入れます。だいたいこれで春巻きが8から10個分の量になります。ひき肉はお好みで量を変えてみてください。鶏ガラスープの素を入れて、あとお酒も少し入れます。お醤油で味をつけて、お塩で味を整えます。いい感じに炒まったら、水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。春巻きの皮ですね。これ剥がすのがすごく大変でした。ひっついちゃって。今回は10個一気に作っちゃいます。あんは春巻きの皮で巻く前に結構冷ましておいた方がいいですね。こんな感じで地味な作業ですが、一つずつ春巻きを作っていきます。で、春巻きは揚げ物なのでカロリーが気になる方は春巻きの皮にごま油を塗ってオーブンで焼いても美味しく食べられますが、やっぱり一番美味しいのは素直に揚げることですね。油もったいないなとか処理がめんどくさいなっていう方はこんな感じで揚げ焼きにしても美味しいです。油跳ねるので気をつけて作ってみてください。今日のご飯は春巻きです。ポン酢とわさびでいただきます。3月2日ですね。
この日は豚汁を作ります。ちょっとこの前日は食欲がなくて何も食べられなかったので、次の日は野菜たっぷりの豚汁を作ります。ごぼうは少し土がついてても大丈夫です。人参も切ります。お鍋にごま油を入れて、ごぼうをまず炒めます。だいぶ土の香りがしてすごくいい匂いになります。で、寒い日とかはごぼうを入れる前に生姜を入れて香りを出すのもいいですね。で、人参も加えます。そしたら大根ですね。大根は火が通らなくても大丈夫です。油が回るようにしっかり混ぜます。そしたら水を1リットル加えます。で、少し煮込んだらこんにゃくを入れて、お味噌もここで入れちゃいます。で、主役の豚肉を入れます。ちょっと冷凍してあったので固まってるんですけど、しっかりほぐします。で、味噌を溶かしたらここから煮込んでいきます。私はだいたい30分ぐらい煮込みました。で、長ネギを入れて完成です。ここから盛り付けていきます。ネギは器に盛ってから飾り付けるのも大丈夫です。私は一緒に入れて少しだけ煮込みました。これで具だくさん豚汁の完成です。こんにゃくも入っていて具材も大きいのでだいぶお腹いっぱいになります。次は3月3日です。厚揚げとキャベツが残っていたので、これで味噌炒めを作ります。厚揚げは縦に2等分してからちょっと薄めに切ります。キャベツも厚揚げの大きさに合わせて切ります。私は縦に4等分してから横は細かめに切りました。で、ちょっと途中取れてなかったので文字でレシピ紹介していきます。野菜を多く取りたい方はキャベツを多めに入れてみてください。で、ここでレシピの紹介です。あくまでも主役は味噌なので醤油は少なめにしてください。で、少し塩気が足りないなと思ったら4番目で塩で味を整えて完成です。全部で10分ぐらいあれば作れる簡単なお料理になります。キャベツと厚揚げの味噌炒めの完成です。右は残り物の豚汁です。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。